塩害についてお話しします。海岸の樹木なんかが例えば非常に強い台風が来て、そして海から強風、その時に海からの風っていうのは塩分ですね、これをたくさん含んでいることがあります。こういうのを潮風って言いますね。潮風と書いて潮風と言います。波がもうすぐ砕け散る、そういうところではですね、飛沫が空中に高く舞い上げられて、でそれで強風に乗って葉っぱに当たるわけですね。そうすると木はその潮風でもって枯れてしまう。葉っぱが枯れてしまう。葉の中にですね、塩分が含まれてしまうと、ちょうど青菜に塩という、あるいはナメクジに塩を振りかけるというような状態で、葉の細胞の水が奪われてしまってしおれてしまうということがあるわけですね。こういうのを塩害と言います。で、塩害を受ける木と塩害を受けにくい木があります。塩害を受ける木はですね、大体落葉広葉樹が多いですね。ただ、落葉広葉樹の中でも非常に塩害に強い木もあります。塩害に弱い落葉広葉樹は、大体葉っぱが貧弱なんですね。つまり、葉っぱは半年も持てばいいわけだから、口倉を発達させていない。組織も薄い。ですから、例えば強い潮風が吹いて、その潮が葉の裏とかそういうところに付着して、で気候から中に入る。あるいは葉っぱが非常に強い風でこう揺すられて、こういうふうにですね、その時に葉っぱが傷つくわけですね。例えば折りたためられただけで葉っぱが傷ついちゃいますね。そうすると口倉が破壊されます。破壊されたところから塩分が入り込んでくる。あるいはお互いにこすり合う。そういう状態の中で落葉広葉樹は塩害を受けやすい。塩害を受けにくい落葉広葉樹もあります。それは例えばその代表選手が北海道の海岸林にある柏ですね。北海道の海岸の林にはですね、柏の木がとても多くなっています。この柏は葉っぱの表面が非常に毛深い。そして落葉広葉樹にしては珍しく葉っぱが厚くなっています。そういう葉が厚くなって、しかも毛深いしっかりした葉っぱになっている。強風を受けてもですね、簡単には傷つかない。例えば小石が当たっても傷つかない。精度ですね。落葉広葉樹でありながら、柏は海岸林に非常に多くなっている。常緑広樹は北海道で寒さが厳しいんですから、ほとんど生育できませんね。ですから北海道のような寒いところでは柏が海岸林を代表する木になっている。